皆さんこんにちは。アニソン大好きずんだもんなのだ。こんにちは、アシスタントの春日部つむぎです。今日はどんなテーマでアニソンの紹介をするの？つむぎは好きな漫画がアニメ化したことはあるかな？そうだね、最近だとメダリストかな。コミックス4巻くらいまでがアニメ化したと思うよ。コミックスはもうすぐ13巻が出るし、2期制作も決まったみたいだから楽しみだな。メダリストはかなり話題になったし、2期が作られるのも納得なのだ。でも中にはとても人気のアニメなのに全然続編が作られていないアニメもあるのだ。人気のアニメなら当然続編が作られるだろうとみんな信じてるから、なかなか続編の発表がないと心配になるよね。そうなのだ。というわけで今回はなかなか続編が作られない人気アニメの名曲5選を紹介するのだ。いろんな大人の事情で続編が作られないこともあるみたいなんだよね。そうなのだ。例えばアニメ化するだけの原作のストックがないと続編が作られる可能性は低いのだ。なるほど。今回は放送終了から長期間が経過しているけど、今でも続編を期待する熱い声が多い作品を中心に選出してみたのだ。私も待ってる作品があるんだよね。このチャンネルでは著作権の関係で紹介する曲を流すことはできないけれど、 YouTube に公式動画がある曲については概要欄にリンクを貼っておくから、ぜひ聴いてみてね。まず1曲目は2014年放送のノーゲームノーライフから鈴木好美さんのディスゲームなのだ。これは絶対入ってると思った。このテーマで話をすると必ず名前が上がるアニメだよね。そうなのだ。ノーゲームノーライフの続編を待ち望む声はとても多いのだ。ゲームで全てが決まる世界で、天才ゲーマー兄弟の空と白が天才ゲーマーとして活躍するお話だよね。当時からとても人気のアニメだったのに、なかなか続編の制作発表が来ないまま10年以上が経過したよね。原作は本編だけでも12巻まで出ているから、アニメ化するのに十分な原作ストックがあるのに不思議なのだ。ただ2017年に劇場版ノーゲームノーライフ0が公開されたんだよね。そうなのだ。てっきり劇場版の最後で2期制作決定のサプライズがあると思ったのに全くなかったのだ。残念だったね。でもノーゲームノーライフのオープニング曲ディスゲームは本当に素晴らしい曲なのだ。アニメのテーマでもある挑戦と勝利への道を音楽で表現していて、鈴木好美さんを代表する一曲でもあるのだ。アニメの世界観を完璧に表現してるよね。情熱的なバンドサウンドに力強くも繊細なピアノがいいよね。鈴木好美さんの透明感がありながらも力強く自信に満ち溢れた歌声好きだな。ディスゲームを歌っている鈴木好美さんは2011年の全日本アニソングランプリでグランプリを獲得して、なんと15歳でデビューしたのだ。この曲を歌った時もまだ17歳だったのだ。17歳とは思えないくらいの歌唱力と思い切りの良さがあるよね。アニメでの誰を相手にしても勝ち続けるという主人公たちの気持ちは、高校生の年齢でプロの世界で戦う決意を持っていた鈴木好美さんにもよくわかるものだったんだって。鈴木好美さんの思いの強さも感じられる一曲なのだ。挑戦することの価値を歌った力強いメッセージ性も魅力だよね。続編本当に待ってます。その時はまた鈴木好美さんに主題歌を歌ってもらいたいのだ。続いて2曲目は2014年放送の月刊少女のざきくんから大石正義さんの君じゃなきゃダメみたいなのだ。男子高校生でありながら人気少女漫画家の野崎くんと、なぜかアシスタントになってしまった桜つよちゃんを中心に個性豊かなキャラたちが繰り広げるコメディだよね。原作は椿いつみさんによる4コマ漫画なんだけど、思わず笑ってしまう面白さがあるよ。4巻までがアニメ化されたけど、その後現在までに16巻まで展開しているのだ。この作品も原作ストックは十分あるし、人気の作品なのにもう続編発表がないまま10年以上経つのだ。大石正義は大石正義さんのアニメゲーム向けの名義なんだよね。前作詞作曲編曲をご本人が担当しているんだって。この曲の魅力はシンプルで直球ストレートな曲調と歌詞なのだ。どこか懐かしくて聴いていて元気が出る曲なのだ。実際大石さん自身も90年代風のサビにしようという意識で作ったんだって。 iTunes ストア総合ランキングで1位も獲得したこともあるんだよ。大石さんはアニメの主題歌を担当するにあたっては、アニメには絶対的な正義である原作があり、作品にかっちり合った黄金のゼンマイになることが大事と考えているようなのだ。そんな原作へのリスペクトから生まれた君じゃなきゃダメみたいは2019年の平成アニソン大賞で作曲賞に選出されたんだよね。イントロからぐっと引き込まれる感じがあって耳に残る素晴らしい曲なのだ。
次に紹介する3曲目は2015年放送のゲート自衛隊かの地にて各戦えりから岸田教団&ザ・ケボシロケッツのゲートそれは暁のようになのだ。現代日本と異世界が交差するミリタリーファンタジー作品だよね。自衛隊の現代兵器と魔法が交錯する壮大なスケールがいいよね。このアニメも面白かった。もう10年も経つんだね。原作者の柳井匠さんの元自衛官だから自衛隊の描写にどこかリアルさも感じられるのだ。岸田教団&ザ・ケボシロケッツは同人音楽サークル岸田教団を発祥とするロックバンドなんだよね。ただ教団と名乗ってはいるけど岸田教団のメンバーは代表の岸田さんだけなんだって。東宝プロジェクトのアレンジでも有名だよ。イベントに参加するにあたって演奏するメンバーが必要になったので2007年に軽い気持ちで結成されたのが岸田教団&ザ・ケボシロケッツなのだ。本当はそのイベント一度限りで解散するはずだったのだけどなんだかんだで現在まで活動を続けているのだ。岸田教団&ザ・ケボシロケッツも有名な曲が何曲もあるよね。メジャーデビューした学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッドの主題歌ハイスクール・オブ・ザ・デッドもかっこいい曲だよ。その後もストライク・ザ・ブラッドとある科学のレールガン T など多くのアニメ主題歌を担当しているのだ。アニメのテーマに合わせた力強いロックサウンドが特徴でそれはゲートそれは暁のようにも現れているのだ。そういえば実はゲートの依頼を受けて作られた曲って2曲あったんだって。依頼を受けた内容はミリタリー感より人と人の交流感ある明るい感じだったんだけど岸田さんは違和感があったんだね。岸田さんは戦車が出てくるのに明るい曲だと合わないと思って2曲作ったのだ。ただまあ結局採用されたのは明るい方の曲だったらしいのだ。それがゲートそれは暁のようにだったんだね。イントロのドラムが印象的で主人公の伊丹良二をイメージした歌詞も素敵だよね。みそじを過ぎ自分の身の程をよく知っているという大人感を特に重視していて自分の限界を理解しつつもその中で成長を目指す姿勢が感じられる歌詞だと思うのだ。もう1曲の方はお蔵入りになっちゃったのかな。実はカップリング曲として CD に収録されているのだ。エゴイスティックヒーローという曲なのだ。聴き比べてみるのも面白いかも。続いて4曲目は2017年放送の宝石の国からゆりかさんの鏡面の波なのだ。市川春子さんの漫画が原作で古代と言われるほど昔に人間がいなくなった未来の世界を舞台に宝石の体を持つ人型の生物たちと月から襲来して宝石たちをさらっていく月人との戦いを描いたアクションファンタジー作品だね。斬新な 3DCG アニメーションで CG キャラクター特有の無機質さが逆に宝石たちの世界観とマッチして独自の世界を作り上げたのだ。 3DCG 特有のどこか不自然な感じというか正規のなさが逆に人でない宝石たちを表現するのにとてもマッチしていたんだね。宝石の国モコミックス5巻まではアニメ化されていて原作は2024年に全13巻で完結したんだよね。そうなのだ。完結に合わせて続編のアニメ化があるといいなと思っていたけれどまだ何も発表がないのだ。残念。宝石の国のオープニング曲になっている鏡面の波はポストロックの要素を取り入れた独特なサウンドなのだ。ゆりかさんの淡々とした歌い方が特徴的で魅力的なのだ。初めて聞いた時は捉えどころのない曲という気がしたけど気がつくと繰り返し聴いてしまっていたんだよね。規則的と不規則的なメロディが融合していて無機質さと感情の両方を表現している感じなのかな。そんな感じだと思うのだ。それまで前向きで明るい曲が多かったゆりかさんにとって全く違うテイストに挑戦した形になったのだ。無機質さを出しながらも言葉を強く伝えるため劇中のシーンをイメージして細かく歌い方を変えていたんだって。美しくも悲しい宝石たちの世界を見事に表現しきっているよね。最後の5曲目は2020年放送の魔女のたびたびから上田玲奈さんのリテラチュアなのだ。赤き魔女イレイナが世界各地を旅する物語だね。このアニメ好きだったな。アニメでは原作3巻までが描かれたのに対し原作小説はもう24巻まで出ているのだ。原作ストックはたんまりあるのだ。原作者も続編アニメの制作には意欲的みたいだけどまだ2期の発表はないんだよね。アメリカのアニメトレンディングアワーズで3冠を取るなど海外人気も高い作品なんだけどね。実はこのリテラチュアを歌っている上田玲奈さん自身も有名な声優さんなのだ。そうなんだね。どんな作品に出てるのかな。上田玲奈さんは私の幸せな結婚の西森美代役や鬼滅の刃の露里かなお役など人気キャラクターを多く演じているのだ。すごい役ばっかり。今回の魔女のたびたびにも出演しているの？魔女のたびたび
でも8話にゲストキャラクターとして出演されてるのだ。人形屋の天使役なのだ。人形屋の店主。そうなのだ。かなりインパクトのあるキャラだったのだ。あのキャラを演じきれるのもすごいのだ。それでそんな上田さんが歌うリテラチュアは曲全体を包む透明感のある優しい歌声が心地よい曲だよね。声のプロだから出せる歌い方だなと実感できる曲だよ。この曲はどんな内容になっているの？リテラチュアは優等生のイレイナが出会いと別れの文学を通じて成長していくテーマにフォーカスした楽曲なのだ。本を読むことで知れることもあるけれど、実際に体験することでイレイナがどう成長していくのかが楽しみになる一曲だよね。実際少女から女性へと成長していくイレイナの変化が大きなテーマみたい。1番と2番以降で心情の違いや表現のニュアンスに明確な対比が設けられているみたいなのだ。上田さんもイレイナの感情を歌に込めることを重視して起承転結をつけながら物語を紡ぐように歌ったのだ。魔女のたびたびは放送されたのが2020年だから、今日紹介した他の作品に比べればまだそんなに時間は経ってないよね。それでももう5年くらい経つからそろそろ続編の制作発表があってほしいのだ。さて今回はなかなか続編が作られない人気アニメの名曲5選について紹介したよ。10年以上続編が作られていないアニメも多いけれど、いつか続編が出てほしいと思うのだ。中には数十年経ってから突然再アニメ化なんていうケースもあるもんね。大の大冒険が数十年越しに再アニメ化した時は痺れたのだ。ずんだもんは続編が作られてほしいアニメとかある？一度再アニメ化はしてる作品ではあるんだけど、僕はガンスリンガーガールがアニメで完結まで描かれるのをずっと待っているのだ。ガンスリンガーガールあ泣けるよね。曲もめちゃくちゃいいのだ。リアさんのドールもコキヤさんのたった一つの思いもほんと素晴らしい曲なので、機会があればぜひ聴いてほしいのだ。この動画が人気アニメの続編が作られるようなきっかけになってくれたら嬉しいよね。まだまだ小さなチャンネルだけど微力ながら力になれればと思うのだ。そしていつも動画を見てくださる視聴者の皆様には感謝でいっぱいなのだ。いつも本当にありがとうございます。ぜひコメント欄で続編を楽しみにしているアニメのことを教えるね。それでは今日の動画はここまでなのだ。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんの応援が動画作りの励みになるのだ。また次の動画も見てね。